皆さんこんにちは。今回は新たに導入したドラ吉 DIY の新ツールマキタ 255mm 丸ノコ版2703の紹介と試運転の様子をお送りします。木工機械の中でも特に大きいこの丸ノコ版ですが、同じ幅で何度も切ったり長い板をまっすぐ切る能力が他の機械より圧倒的に高いのが特徴です。というわけでまずは付属のパーツを組み立てましたが、実は組み立て中にありえない欠陥を見つけてしまいました。最悪、これ破損してた。ここがなんと傾斜ロックレバーの根元が初めから割れていたんです。本当は使用する前に交換依頼をした方が良いのですが、困ったな。力入れたら多分折れちゃう。これ日程上そうも言ってられないので試運転はこのまま行うことにしました。まずスイッチは誤作動防止のためそのまま引いても上げることができず、一度下に引くことで上げられるようになっています。隣にある黒いものはスイッチを入れるための鍵のようなもので、使わないときはこれを外しておくことで物理的にスイッチが入らなくなります。ちなみにスイッチレバーはテーブルの上からでも見れる覗き穴が開いているので、下から覗き込まなくても操作が可能です。操作面の中心手前にあるのが昇降ハンドルで、ここで切り込みの深さを調整できます。左に回すとノコバが下がり、右に回すと上昇します。続いてその隣にあるのが破損していた傾斜ロックレバーですが、やはり動かせる状態ではなかったので残念ながら今回傾斜カットは行えません。いやダメだこれ。続いてテーブル面のこちらは傾斜定規で、先ほどの操作面ではノコバの傾斜を調整できるのに対し、この定規では押し出す材料の角度を調整することができます。そしてこちらの平行定規はノコバと平行に材料を送るためのガイド、左右にスライドさせて手前のグリップを下げることでロックができます。ノコバを覆っているのは安全ガイドで、これは手や服が刃に触れるのを防ぐだけでなく、キックバックによる材料の跳ね上げで顔面直撃のリスクを下げる効果もあります。それではテスト運転を行いますが、まずはノコバの直角を確認、ノコバと平行定規の平行も確認して準備完了です。平行定規を任意の位置でロックして傾斜定規に当てたら、スイッチを入れてノコバを回転させ、材料をゆっくり押し出していきます。おーいいね。丸ノコ版は平行定規で幅そのものを固定できるのが強みで、このように一度セットすると毎回測り直す必要がなく、ひたすら同じ幅で切り続けることができます。それと僕的に嬉しいのがスイッチを切った時のブレーキ機能。僕が過去に使っていた他社の格安モデルは完全停止するまでにかなり時間がかかったので、やはりこの機能があると作業効率が全く違いますし、安全性もかなり向上します。ちょっとプッシュスティックを買ったつもりが買ってなかったみたいなんで、プッシュスティックってこうやって材料を、こんな感じで安全に押せる棒があるんだけど、ちょっとそれを買ってなかったからそれをすぐに買っておこう。じゃないとね、こういう狭いところ手で押したら巻き込まれちゃう可能性がなきにしもあらずなんで、でもこうやってね、同じ幅でずっと切れるのがすごくいいんですよね。このテーブルソーはひたすらこうやって全く同じ幅で切れるんで、箱物を作る時なんかもね誤差が出ないんで、手で切るとどうしても誤差がわずかに出たりすることがあるんでね、これはすごくいいですね。よし、次はもう少し太い材料を切ってみよう。この杉板を切ってみます。材料の幅が短いので
この場合は傾斜定規と平行ガイドをそれぞれ反対側にセットします。必ず刃から離してスイッチを入れるようにね。で、回転が安定してから一定速度で押すような感じで。では、いきます。こんな感じで全く同じ幅で切れました。こういう長物の板を縦に裂きたい時とかも丸ノコだと結構ね危ないんだけど、テーブルソーなら安全に切れますんで、このままさーって持っていけばね。ちょっとやってみようか。今ちょっとカメラ邪魔なんで。このように長尺材の縦引きが簡単にできるのも丸ノコ板の大きな強みで、これを手持ちの丸ノコでやろうとするとかなり危険を伴います。ただこの時ノコ刃の高さを調整するのを忘れていましたが、一般的には材料の上から刃先が5から10ミリ程度出るくらいに調整するのが安全寄りとされています。いやー、こういうカットができるのが本当にテーブルソーは本当にいいね。やっぱり高いけど高いだけの価値がありますね。あんまりここに材料残ったままね、本当は次切っちゃうのは回転で飛ばされちゃうことがあるんで、パーンと弾いて。丸ノコ板のキックバックで特に多いのは、切った材が刃の後ろ側に接触することでの跳ね上げです。後方刃が噛んでしまうと材料はすごい勢いで手前側へ跳ね飛ばされてしまうので、それを防ぐためには切った材が挟まれないよう平行ガイドと刃の平行を確認するのはもちろん、材がねじれたり斜めになったりしないようまっすぐ送ることが重要です。特に単材や細材は安定せず、すぐに傾いたり回転したりするので要注意。連続して切る場合は押し具のほか押さえ具なども用意しておくと安全性が格段に向上します。あと角度調整ってさっきの刃のこれだけじゃなくてこっちの角度調整もあるんで、このノブを緩めて、これでねこうやって角度切りができるという感じですね。45度だとここにメモリがあるんで、これでこの面に木材を合わせてまっすぐ切っていくと、今定規を45度の角度に合わせたんで、こんな感じでね45度で切れてるんですよね。試しにこの状態でもう一回切ってみると、これちょっと表裏になっちゃうけど、これだと45度と45度で合わせるとこんな感じで90度になるというわけなんで、額縁の枠とかそういうのを作るのにねいいですよね。で、今日ちょっとお見せできないけど、さっきのこの下の傾斜ハンドルを回して刃の角度自体をこうやって傾けていくと、例えばこの刃を45度に傾けてカットすると、この面がねこうやって45度に切れるわけなんで、さっきのこれとはまたちょっと違う角度の付け方ができると、だからそれはそれでねカットの用途が増えていいですよね。とりあえずちょっと今日はそれがお見せできないのが残念だけど、テーブルソーはこんな感じですね。やっぱりいいツールはいいね。妻にまたお礼言っとかないと。ちなみにこれね、前に妻の仕事を結構長いこと手伝いに行ってた時があって、そのお題代わりに誕生日プレゼントも兼ねてこれをいただいたんですよね、妻から。大事に使わせてもらおうと思います。どうもありがとうございました。この後安全性向上のために海外から特殊なツールも取り寄せたので、そちらもまた機会があれば紹介したいと思います。またこの丸ノコ板の他にさらに2台マキタの新アイテムを導入したので、 DIY 愛好家がそれらを導入するメリットなども順次紹介をしていく予定です。実は近々 DIY の新チャンネルを立ち上げる方向で考えているので、 DIY が好きな方はぜひそちらも登録をお願いします。